昭和2年の2月中旬のこと、S岳の絶頂の岩山が2、3日灰色の雲に覆われているうちに、ふもとの村々へ白いものがちらちらし始めたと思うと、近年珍しい大雪になった。そのふもとの S岳村から5、6町離れた山裾に、この界隈での物持ちと言われている藤沢病院が建っていた。田舎には珍しい北欧型のスレート屋根を、古風な破風作りの母屋のイラカと交錯させて、日が暮れてもはっきりとした輪郭を雪の中に描き表していたが、やがてその玄関の左右から明るいのと暗いのと二色の電灯が輝き出した。向かって右側の明るい窓は、この病院の薬局で、二段重ねの薬戸棚に囲まれた中央の調合台の前には、この家の養女として育ってきた品尾が、白い看護婦服を着て、きちんと腰をかけていた。彼女の前のセピア色の平面には、今日出された処方箋や、薬品の注文の写しや、新薬のビラの閉じ込みや、カード式の診断簿などというものが、いろいろの文房具や薬品などと一緒にいっぱいに取り散らしてあった。彼女の肌は厚化粧をしているかのように白かった。その頬と唇は紅を刺したかのように赤く、そのまつげと眉は植えたもののように濃く長かった。髪の毛も同様に、かつらかと思われるくらい豊かに青々としているのを、目尻がつり上がるほど引き詰めて、長い襟足の付け根のところに大きく無造作に渦巻かせていた。そうして、しなやかな体を机に持たせかけながら、切れ目の長い一重まぶたを伏せて、黒ずんだ瞳を隙間もなく書類の上に走らせるのであったが、その表情は、ある時は12、3の小娘のように無邪気に、またある瞬間は、24、5の豊島女のようにませて見えた。またある時は西洋の名画にある聖母のように気高く、かと思うと、その次の刹那には、芝居の毒婦のように妖艶にも。彼女は本当に忙しいのであった。近いうちに彼女と式を挙げるはずになっている藤沢家の養子で、前院長の甥にあたる健作という医学士は、昨年の暮れに、養父の玄陽氏が急性肺炎で死亡すると間もなく、大学の研究を中止して帰ってきたのであったが、なかなかの元気者で、盛んに広告をして患者を増やす上に、何から何まで大学式の几帳面なやり方をするので、その忙しさと言ったらなかった。そのうちでも薬局と会計の仕事だけは他人に任せない家風だったので、前の院長の時から引き続いて、品尾がたった一人で引き受けているのであったが、田舎の女学校での彼女にとっては、ドイツ語の処方箋を読み分けることからして容易ならぬ骨折りで、むしろ超人間的な仕事と言ってもいいくらいであった。しかし、そのうちに彼女はやっと仕事をしまった。新薬の広告ビラを板の上に閉じつけて、会計簿の上にきちんと置くと、ほっとため息をしながら目を上げて、正面の薬戸棚の間にかかっている大きなボンボン時計を見た。その瞬間に時計は、彼女のこの上もない親切な伴侶ででもあるかのように、11時の第一点を打ち出した。その音が鳴り終わるまで彼女は、机の上にあらわな両腕を投げ出して、うっとりと目を据えていた。唇を少し開いたまま、そうして時計の音が一つ一つに室の中を渦巻いて、また元の真鍮の振り子の影に消え込んでしまうと、彼女は頭を使い切ってしまった人のように、両手を顔に当ててぐったりとなってしまった。けれどもそれはほんの1分か2分の間であった。どこか隔たった室で話しているらしい男の声が、廊下に面したドアの間から細々と染み込んでくるうちに、品尾、復讐、という2つの言葉が、偶然のように相前後してはっきりと響いてくると、彼女はパッと顔を上げた。操り人形のように真正面を見据えて、何とも言えない怯えた表情をしながら、全身をひっそりとこわばらせたようであったが、やがて大急ぎで足元の反射ストーブを消して、頭の上に揺らめく百色光のスイッチを注意深くひねると、真っ暗になった薬戸棚の間を音もなく廊下に滑り出た。やはり真っ暗な玄関を隔てた向こう側にある患者控室のドアに近づいて、
そっと鍵穴に目を当てた。患者控室は10畳ばかりのリノリウム張りであった。その真ん中には薄暗い10色の電灯がぶら下がっていたが、その下に据えられた大火鉢に近く、2人の男が長い椅子を引き寄せて差し向かいになりながら、またびをしているのであった。ドアに背を向けているのは若い院長の検索で、ノリの効いた診察服の前をはだけて、質素な黒らしゃの直帰とズボンを表している。背丈はあまり高くないが、その胸高に組んだたくましい腕や、怒った肩や、もしゃもしゃした頭や、健康そのもののように赤光りする顔つきは、まだ純然たる書生タイプで、院長らしい気取った態度はみじんもない。うっかりすると、柔道かボートの現役選手に見られそうな風采である。これに反して向かい合った男は、青黒く太った背の高い、堂々たる風采のいがぐり頭であった。40代に見える鼻筋の通った貴族的な顔に、ロイド式の大きな黒眼鏡をかけて、上等のラクダのシャツを2枚重ねた上から青縞の八端のドテラを着ているが、首の周りにくっきりと白くカラーの跡が残っているのが、なんとなく粋に見える。もう久しく、正月の初め頃から、この病院の特等室に寝起きしている黒木茂という患者で、元来欧州航路のカーゴボートのチーフメイトであったのが、敗戦を患った挙句、この病院の新聞広告を見て静養しに来たものだそうである。東京育ちと名乗るだけに、金遣いがきれいなばかりでなく、物腰が上品で、見聞が広いために、いつとなく若い院長と懇意になって、無二の話し相手にされているのであった。二人の間にプープーと湯気を吹いているアルミの大夜間や、外の雪をちらちらと透かしながら一面に雫を滴らしているガラス窓は、二人が長い間話し込んでいることを証明していた。しかも、その話の興味はかなりに好調しているらしく、検索は長椅子に背を持たせて、冷然と腕を組んだまま、また、黒木はその黒眼鏡をかけた魚のように無表情な顔を火鉢の上に差し出したまま、双方睨み合いの姿で、緊張した沈黙に陥っているのであったが、やがて黒木が固く結んでいた唇を開くと、相手の顔を見つめたまま、長いため息を一つした。そうしてぽっつりと独り言のように、復讐、と言った。すると検索は、その言葉を待ちかねていたかのように大きく一つうなずいた。が、間もなく何かしらパッと赤面しながら微苦笑を浮かべた。そうなんです。品尾は親の仇を打ちたいから、今しばらく結婚を延期してくれと言うんです。あんまりバカバカしい言い草なので、実は僕も面食っているんですがね。黒木はしかし笑わなかった。なおも検索の顔を凝視しながら、躊躇しいしい問うた。へえ。しかし、それには何か深いわけがおありになるでしょう。ええ。それはあるといえばあるようなものです。あなたのように世間を広く渡っておられる方に、そのわけというのを聞いていただいたら、何か適当なご意見が聞かれはしまいかと思って、実はお話しするんですがね。他に相談相手もないしするもんですから。へえ。私でよろしければですが、しかし、そんな立ち入ったことを。構いませんとも、誰も聞いているものはありませんから、他でもありません。今もお話しする通り、品尾と僕のことは、死んだ父の玄陽がもうずっと前から取り定めていましたので、親類連中とも話し合って、去年の暮れに式を挙げるばかりになっていたのが、父の病気でついのびのびになってしまったんです。それで父が亡くなりますと、正月の11日でしたが、3、7日の法事の時に親類たちと相談をしまして、4、19日の法事が済んだら、間もなく式を挙げることに決定したんですが、それを品尾が聞きますと、意外にも頑強な反対論を持ち出しましてね。今までは別に依存もないらしかったのですが。へえ、妙ですな、それは。ええ、妙なんです。つまり、父の百花日が来るまで遠慮したいと言うんで、
そのうちには品尾の実父の21回忌も来るしすることだから、そんな法事をすっかり済ましてから、ゆっくりと式を挙げたいと言うんです。なるほど。それならご無理もないかもしれませんね。うぶなお嬢さんはなんとなく結婚を怖がられるものですから。検索はまたも耳の付け根まで赤くなった。それは僕も知っています。しかし、そういう品尾の態度が恐ろしく真剣なんで、僕は少し気にかかりましてね。なんとなくトンチンカンな感じがしましたから、その時にこう言ってやったんです。それは一応もっともな意見だが、しかし、もう親類と相談をして決めてしまったことだから、今更変更するのは面白くないだろう、と。なるほど。これもごもっともですね。そう言いますと、今度は品尾のやつがメソメソ泣き出して、うんともすんとも返事をしなくなったんです。なるほど。様子が変ですから、僕はいよいよ気になりましてね。なぜ泣くのかと言って、無理やりに根掘り葉掘り尋ねますと、やっとのことで白状したんです。つまり私は、20年前に殺された私の実のお父さんの仇を討たなければ結婚をしない決心だと言うんで、いやもう、トンチンカンにも時代錯誤にもお話にならない奇抜な返答なんですが、本人はそれでもすこぶる付きの大真面目らしいので、僕はすっかり面食ってしまいました。それは驚きになったでしょう。いやもう、お話しするのもバカバカしいくらいですがね。ですから僕も、初めは何かしら言いにくいわけがあるのを隠すために、そんな無茶を言うんじゃないかしらんとも思ってみたんですが、品尾の真剣な態度を見ると、どうもそうじゃないらしいんです。というのは、元来品尾は僕と違って文学屋で、女のくせに探偵小説だの、宗教関係の書物だの、むやみやたらに読みたがるんです。ロシア人が書いたとかいう黒い表紙の翻訳小説を取り寄せて、夜通しがかりで読んだりするくらいで、ですから、そんなものの影響を受けているんでしょう。ごく平凡なつまらないことまでも、恐ろしく深刻に考えすぎる癖があるんです。それでこんなことを空想したんじゃないかと気がついたんですがね。はは、なるほど。それはそうかもしれませんな。しかしそれにしても妙ですな。品尾さんのお父さんは20年も前にお亡くなりになったので、顔もよくご存じないはずなのに、どうしてそのお父さんの仇の顔を見分けられるんでしょう。それがまた奇抜なんです。品尾はその父親を殺した犯人が生きてさえおれば、一生に一度はきっとこの村に帰ってくるに違いないと言うんです。なぜかというと、ある犯罪者が自分の犯した罪悪の遺跡をそれとなく見て回ったり、それに関する人の噂を聞いたりすると、とてもたまらない愉快を感ずるものだと言うんです。つまり自分の罪を人知れず自白してみたい一種の心理と、犯罪者特有の冒険欲とが一緒になってくるんで、とても正しい人間の想像も及ばない素晴らしい魅力を持っているものだそうで、つまり、その犯した罪が大きければ大きいほど、そうして犯人自身が知識階級であればあるほど、その魅力も何層倍の深さに感じられるものだと言うんです。だから私のお父様を殺した犯人は、ついこの頃までも、そうした大きい魅力に惹かされて、この村に帰ってみたくてたまらないでいたに違いないが、ここにたった一人、その犯人の顔や特徴をよく知っておられる、うちのお父様が生き残っておられた。それでうっかりこの村に足を入れることができずにいたんだが、そのお父様がお亡くなりになった今日では、もう怖い者は一人もいないのだから、その犯人はすっかり安心しているに違いない。そうして近いうちにこの村にやってくるに違いない。いや、ことによると、もうそこらに来ていて、私の姿をじろじろ眺めているかもしれない。というんで、まるで夢見たようなことを主張するんです。しかも真剣に。熱心に傾聴していた黒木は、今一度長いため息をした。やはり相手の顔を見つめたまま。なるほど。
婦人の想像力ぐらい恐ろしいものはありませんからね。真実以上の真実ですから。全くです。しかし、その時はちょうど僕も品尾も、新規に引き受けた病院の仕事だの、遺産の整理だの、法事だのというものがごちゃごちゃと重なり合っていて、とても結婚どころの沙汰じゃなかったもんですから、そんなことを深く詮索する暇もないままにほったらかしておいたんですが、そうそう、それから品尾はこんなことも付け加えて話しましたよ。何でもそれから2、3日目の夕食の時でしたが、顔を赤くしながら、私はこの間お父様の27日の晩に、私の身の上とそっくりのコルシカ人の娘の話を読んで心から感心してしまった。その娘は、父親を殺したに違いないと思っている男から婚約を申し込まれると、大喜びですぐに承諾をして、他からの申し込みを全部断ってしまった。そうして結婚式の晩にその男を絞め殺す、という筋であったが、その中には、そうした自分の罪の遺産に引きつけられつつ、犯罪を二重に楽しんでいこうとする犯人の気持ちと、その犯人のそうした執念深い欲望をきれいに断ち切ってしまうかどうかしなければ、どうしても気が済まない木一本の娘の心理とが、たまらないほど深刻に描き表してあった、と言うんです。何でも品尾はその小説を読んでから、そんな気になったのじゃないかと思うんですが。はっはー。と、黒木はいよいよ感動したらしく、片手で鼻の下を撫で下ろした。フランスかイタリーものらしい小説ですな。けれども、万に一つその通りになったら、お嬢さんはとても素晴らしい直感力を持っておられるわけですね。検索も苦笑しながら、つるりと顔を撫で回した。どうも赤面の至りです。あんまり非常識な話なので。いや、しかし驚き入りましたな。実は私も品尾さんのお父さんに関する村の人の話を2、3聞いているにはいたのですが、大部分誇張だろうと思いましたし、もしかすると岡焼連の中傷かもしれないと思いましたから、今の今までちっとも信じていなかったのですが。いや、村の者の噂は大部分事実なんです。品尾は確かに氏素性のはっきりしない者の娘で、しかも変死者の忘れがためにそういないんです。つまり、その犯人が捕まらないために、何もかもがうやむやに葬られた形になっているので。はっはー。してみると、いわゆる迷宮事件ですな。そうなんです。品尾の父親が殺された事件は、鉄頭鉄尾、迷宮でおしまいになっているんです。何しろ20年も昔のことですから、警察の仕事もいい加減なものだったでしょうし、おまけにこんな片田舎の高い山の上で行われた犯罪ですから、確かな証拠などは一つもつかまれなかったらしいんです。なるほど。しかし、物的の証拠はなくとも、心的の証拠は何かあったわけですね。犯人が仮装されていたくらいですから。それはそうです。その当時は確かにそれに相違ないという犯人の目星がついていたんですが、今となってはその犯人が捕まらないために、事件全体が五里夢中の未解決のままになっているんです。ですから、そんなところからいろいろな噂も起こってくるでしょうし、品尾もまた、そんなことを探偵小説的に考えすぎた結果、とんでもない空想を抱くようになったんじゃないかと想像しているんですがね。あなたのご意見はどうだか知りませんが。そうですね。それはそうかもしれませんが、しかし何しろ私も、そんな噂話があるということを、看護婦を通じて聞いただけですから、しっかりした考えは申し上げかねるんですが。なるほど。それじゃあ、その事件のあらましだけを、今からかいつまんでお話ししてみましょうか。その時に立ち会った父の話ですから、村の噂などよりもずっと正確なわけですが、聞いてくれますか、あなたは。ええ、それはぜひ伺いたいものですが、しかし、ご承知の通り、私は少し興奮すると、すぐに眠れなくなるたちなので、
それに時間も遅いようですし。いや、まだ10時ぐらいでしょう。眠れなかったら後で山薬か何かあげますから、それを飲んだらいいでしょう。もう本当は退院されてもいいくらいに回復しておられるんですから、一晩くらい夜更かしをされても大丈夫ですよ。僕が受け合います。いや、山薬なら2、3日前に頂戴したのがまだ残っていますが。そうして適当な判断を下してくれませんか。品川が外国の探偵小説にかぶれて、そんなことを言い出したものか、それとも他に何か訳があってのことか、どうかというようなことを。どうもそう請求におっしゃっちゃ困りますがね。婦人の心理というものは、要するに男にはわからないものだそうですから。全くです。全然不可解なんです。いや、私も無論ご同様だろうとは思いますが、それじゃあ、とにかくその事件の成り行きというものを伺った上で、一つ考えさせていただきますかね。どうか願います。こうなんです。品尾の父親というのは、今から30年ほど前に、父の玄陽がこの村の獣医として東京から連れてきた、実松源次郎という男で、死んだ時が40いくつとかいうことでした。生まれは東北の C 県で、T 塚村という大村の実松家という富豪の跡取り息子だったそうですが、どうしたわけか、故郷に親類が一人もいなくなったので、電池電旗をすっかり金に変えて上京したものだそうです。そうして獣医学校に籍を置いて勉強しているうちに、同じ下宿にいた関係から、私の父の玄陽と懇意になったのだそうで。ちょっとお話の途中ですが、その故郷の親類が一人もいなくなったわけというのは、今でもやはりお分かりになっていないのですね。そうです。なぜだかわからないままになっているんです。しかしたった一人、その源次郎氏の甥というのが残っていたそうです。確かに源次郎氏の姉の子供だと聞きましたが、それが実松藤九郎といって、この事件の犯人と目指されている22、3の青年なんです。もっとも今は40以上の年配になっているわけで、ちょうどあなたぐらいの年格好だろうと思われるんですが。どんな風采の男かお聞きになりましたか？すらりとした色の白い女のような美青年だったそうです。何でもずっと以前から叔父の源次郎氏に学費を貢いでもらって東京で勉強していたけれども、不良少年の誘惑がうるさいからこっちへ逃げてきたという話で、そうしてこの病院の家政をしながら開業免除を取るというので、村外れの叔父の家から毎日通っていたそうですが、頭の素敵にいい、何につけても器用な男で、人柄もごくおとなしい方だったので、父の玄陽が惚れ込んでしまって、うちの養子にしようかなどと母に相談したこともあるくらいだったそうです。玄陽先生はよほど開けたお方だったんですな。そうですね。父はどっちかといえば人を信じやすいたちだったんでしょう。品尾の実父の源次郎氏のことなども、獣医には惜しい立派な人物だと言って褒めちぎっていたようですが、よく聞いてみると、それほどの人物でもなかったようで、こんな村の獣医相当の人間だったんでしょう。一見して変わり者に見える黙り屋の不愛想者だったそうで、友達なども父の玄陽以外に一人もなかったそうです。趣味といっては、ただ重量だけだったそうですが、これはよほどの名人だったらしく、10年ばかりいる間に、S岳界隈の山の案内は、ところの漁師よりももっと詳しく知り尽くしていたということで、気が向くと夜夜中でもさっさと支度して鉄砲を担いで出ていくんで、明くる朝になってうちの者が気がつくことが多い。そうして帰ってくると、いつもこの上なしの上機嫌で、その獲物を魚に一杯やりながら、めちゃめちゃに細君を熱愛するのがまた、近所合壁の評判になっていたそうですがね。しかし、さもない時には気が向かない限り、どこから迎えに来ても断って、酒ばかり飲んで寝転んでいるといった調子で、金なども銀行や郵便局には預けずに、残らず現金にしてどこかにしまっておく。どこに隠しているかは細君にも話さない、
という変わり方だったそうです。ただその細君というのが、それじゃ上がりらしい挨拶上手で、亭主の引き回しが良かったために、やっと人気をつないでいたということですが。なるほど。そんなことで、とにかく近室愛はしていたわけですな。そうです。ところが、その甥の藤九郎という青年が実松家に入り込むようになると、その夫婦仲がどうも面白くなくなったそうです。これは品尾が生まれる前から長いこと雇われていたお磯というばあさんの話ですが、なぜかわからないけれども、源次郎氏の藤九郎に対する愛情というものは我が子以上だったそうで、藤九郎に対する当たりが悪いと言っては、いつも品尾の母親を叱ったものだそうです。はっは、一種の変態ですかな。そうだったかもしれません。とにかく今までにない夫婦喧嘩がそんなことで時々起こるようになったそうですが、そのうちにちょうど今から20年前のこと、品尾の母親が品尾を産み落としたまま三熟熱で死ぬと間もなく、甥の藤九郎氏がまた何の理由もなしに、叔父の源次郎氏と私の父へ宛てて、アメリカへ行くという置き手紙をしたまま行方不明になってしまったものだそうです。はあ、なるほど。ところでその甥は本当にアメリカへ行ったんでしょうか。さあ、それが疑問の中心なんで、その筋では、これが藤九郎の叔父殺しの前提だと睨んでいたそうですが。なるほど。もっとも至極な疑問ですな。とにかく事件は、その甥が家出してから3ヶ月ばかり経った後に、明治41年の3月の中旬でしたかに起こったものだそうで、源次郎氏は細君に死に別れた上に、可愛がっていた甥にまで見捨てられて、赤ん坊の品尾と、お磯ばあさんの3人きりになったので、多少焼け気味もあったんでしょう。それから後、しばらくの間、摂政は無論のこと、本職の獣医の方もほったらかしにして、毎日のように警視の遊郭に入り浸ったものだそうで、お磯ばあさんや父の玄陽が泣いていさめても、癌として聞き入れなかったということです。いかにも、そんな性格の人は気の狭いものですからね。他にしようがなかったのでしょう。ところが、その3月の何日とか、ちょうど今日のような大雪が降った挙句だったそうですが、その夕方のこと、真っ赤に酔っ払った源次郎氏が雪だらけの姿で、久しぶりに自分の家に帰ってくると、茶漬けを2、3杯書き込んだまま、お磯が敷いた寝床に潜り込んでぐーぐーと眠ってしまったそうです。話も何もせずにですか？無論、寝るが寝るまで一言も口を聞かなかったそうです。これはいつものことだったそうで、ですから、お磯ばあさんも別に怪しまなかったばかりでなく、久しぶりに枕を高くして品尾と添い寝をしたのだそうですが、明くる朝目を覚ましてみると、源次郎氏の姿が見えない。布団はもぬけの殻になっているし、台所の戸口がいっぱいに開け放されて月明かりが差しているんで、どこに行ったのかしらんと家の内外を見回ったが、出て行った後でまた雪が降ったらしく、足跡も何も見えなかった。それから押し入れを開けてみると、自慢のレミントンの2連銃と一緒に山行きの道具が消え失せている。台所を覗いてみると、冷や飯を弁当に詰めていた形跡があるというわけで、初めて狩りに行ったことが分かったのだそうです。ええ。どうしてそう突然に狩りに出かけたんでしょう。それがです。それがやはり甥の藤九郎がおびき出したんだ、という説もあったそうですが、しかし一方に源次郎氏はいつでも雪さえ見れば山に出かける習慣があったんで、この時も珍しい大雪を見かけてたまらなくなって出かけたんだろう、という意見の方が有力だったそうです。一方にはまた、そうした習慣があるのを藤九郎も知っていたんで、そこを狙って仕事をしたんだろうという説もあったそうですが、何しろ本人が推しに近いくらい無口なたちだったんで、何一つ分からずじまいになったわけですが。その前に手紙か何か来た形跡はなかったでしょうか。甥の藤九郎から。
お磯の記憶によるとなかったそうです。後で家探しまでしてみたそうですが。なるほど。それから先はすこぶる簡単です。あの S 岳峠の一本えのきという平らの一角にある二畳ばかりの崖から、谷川に落ちて死んでいる実松氏の死体を、夜が明けてから通りかかった羊追いの学生連中が発見して、村の駐在所に報告したんで、大騒ぎになったものだそうで、死因は谷川に落ちた際に、岩角で後頭部を砕いたためで、他には少しも異常を認められなかったそうです。これはその死体を診察した父の話ですかね。なるほど。しかし死体以外には、ポケットの中に油紙に包んだ巻きタバコの袋と、マッチと、焼いたスルメが1枚入っていたそうで、弁当箱の中身や水筒の酒も減っていなかったそうです。それからもう一つ、胴巻きの中から2円何十銭入りのガマ口が1個出てきたそうですが、それが天にも地にも実松家の最後の財産だったそうで、源次郎氏がどこにか隠していたはずの現金は跡形もなく消え失せていたそうです。もっとも、これは事件後に村外れにあった源次郎氏の自宅を土台石までひっくり返して調べた結果、判明した事実だそうですが。なるほど。それで殺人の動機が成立したわけですね。そうなんです。もっともお金の高ははっきりわかりませんがね。それからもう一つ重要なのは、死体の左手にしっかりと握っていたレミントンの2連銃の中に、発射したままの散弾の薬莢が2発とも残っていたことだそうです。はあ、詰め替えないままにですな。そうです。他の弾は弾帯にきちんと並んでいて、一発も撃った形跡がないし、弁当や水筒にも手がつけてないところを見ると、源次郎氏はあの一本えのきの平らへ登りつくと間もなく、何かに向かって2発の散弾を発射した。そうして後を詰め替える間もなく、谷川に転げ落ちて死んだものらしいと言うんです。へえ、その辺がどうもおかしいようですな。おかしいんです。源次郎氏は今もお話しした通り、あの辺の案内ならとても詳しいはずですからね。おまけに月夜の雪の中ですから、足場は明るいに決まっているし、よほどの強敵に出会って狼狽でもしなければ、そんな目に遭うはずはないと言うんです。いかにも、その考えは間違いなさそうですな。僕にもそう思えるんです。しかし何しろ、その死体の上には、岩と一続きに雪がまん丸く積もっていたくらいで、付近には何の足跡もないために、犯人の手がかりが発見できなくて困ったそうです。そうですね。後から雪が降らなかったら、何かしら面白いことが発見できたかもしれませんが。そうです。もっとも、雪というものは人間の足跡から先に消え始めるものだと村の漁師が言ったとか言うんで、雪解けを待って今一度現場付近を調べたそうですが、源次郎氏が通る前に S 岳峠を越えた者は一人や二人じゃなかったらしいので、おまけに現場付近は死体を発見した学生連に踏み荒らされているので、たくさんの足跡が出るには出たそうですが、いよいよ見当がつかなくなるばかりだったそうです。すると、つまりその捜索の結果は無効だったんですね。ええ、全然売るところなしで、慶町の新聞が盛んに警察の無能を叩いたものだそうです。しかしそのうちに血のみ子の品尾が、お磯ばあさんと一緒にここに引き取られてくるし、仮埋葬になっていた実松源次郎氏の遺骸も正式に葬儀が行われるしで、事件はひとまず落着の形になったらしいんです。そうしていろんな噂が立ったり消えたりしているうちに、20年の年月が流れて今日に至ったわけで、いわば品尾は、そうした20年前の惨劇がこの村に生み残した唯一の記念と言ってもいい身の上なんです。こう言って唾を飲み込んだ検索の眉の間には、さすがに一抹の悲痛の色が流れた。なるほど。それでは、
村の人がいろんな噂を立てるはずですね。と、黒木も憂鬱にうなずいた。けれどもそのうちに賢作は、またも興奮してきたらしく、心持ち顔を赤めながら語気を強めていった。しかし誰が何と言っても、僕ら二人のことは父が決めていったことですから、絶対に動かすことはできないわけです。今更村の者の噂だの、親類の陰口だのを問題にしちゃ、父の位牌に対して相すみませんし、第一品尾自身がとてもかわいそうなものになるんです。あれの味方になっていた父もお磯ばあさんも死んでしまって、今では全くの一人ぼっちになっているんですからね。ごもっともです。と、黒木はまたも深いため息をしながらうなずいた。そうして気を変えるように言った。ところで、これはお尋ねするまでもないことですが、品尾さんは実のお父様が亡くなられた時のことをすっかり聞いておいでになるんでしょうね。それは無論です。うちの親たちやお磯ばあさんから飽きるほど繰り返して聞かされているでしょうし、また、村の者の噂や何かも直接、間接に耳にしているはずですから、おそらく誰よりも詳しく知っているでしょう。とにもかくにも、復讐をするというくらいですからね。いかにも。しかし、その復讐をされるというのは、どんな手段を取られるおつもりなのでしょさあ、そこまでは聞いていませんがね。あんまりバカバカしい話ですから。それよりも、そんなことを言い出す品尾の気持ちが第一わからなくて困っているんです。ですからこんな内輪話をお打ち明けしたわけなんですが。なるほど。と、黒木は火鉢の灰を見つめたままうなずいた。そうしてしばらく何か考えているようであったが、やがて静かに顔を上げると、依然として遠慮がちに問うた。それから、これも余計な差し出口ですが、品尾さんの戸籍謄本は取ってご覧になりましたか？はあ、父が取っておいたのが一枚ありますが、実光源次郎の長女品尾とあるだけで、全く身寄り頼りのない孤児です。3、4年前にわざわざ C 県まで人をやって調べたこともあるそうですが、ずっと前から故郷に親戚が一人もいなくなっていたのは事実で、藤九郎の両親の名前も知っている者がいないくらいだったそうです。しかし、それがこの事件と何か関係があるんですか？いや、関係があるというわけでもないんですが。黒木はなぜか言葉尻を濁すと、前よりも一層憂鬱な態度で腕を深く組みながら考え込んだ。その黒眼鏡の下の無表情な顔色を、賢作はさりげなく眺めていたが、やがて片膝を抱え上げながら、所在なさそうに揺すぶり始めた。黒木さん、遠慮なさらなくてもいいんですよ。あなたとはもう久しい間ご婚姻に願っていますし、ちょうど品尾の父親の21回忌にあたる年に、こんな大雪が降るのも何かの因縁だろうと思って、こんなお話をするんですからね。ご服像のないところを打ち明けてくださった方が、かえって功徳になるんですよ。こういううちに、賢作は全く興奮が静まったらしく、のんびりした顔色になった。同時にいくらか話に飽きが来たらしく、仰向いて小さなあくびを出しかけた。しかし黒木は依然として表情を動かさなかった。なおも腕を深く組んで何事か考え回しているらしかったが、そのうちに両手で眼鏡をかけ直しながら、軽いため息と一緒につぶやいた。さあ、それをお話ししていいか、悪いか。お話できなければ無理に伺わなくてもいいんですがね。元来これは僕ら二人の間に秘密にしておくべき問題なんですから。しかし、くどいようですが、たとえ品尾がどんな身の上の女であろうとも、二人を結びつけている死人の意志は絶対に動かすことができないわけですからね。吉羽品尾のためにこの家が滅亡するようなことがあっても、それが個人の希望なんですから、その辺のご心配はご無用ですよ。
ただ、参考のために受けたまっておくに過ぎないんですからね。こう言っちゃ失礼かもしれませんが。賢作は相手を皮肉るでもなく、こう言って笑うと、思い切って大きなあくびを一つした。ガラス越しにチラチラ光る綿雪を見やりながら。なるほど。それでは、私の考えを申してみますが。黒木はやっと決心したらしく、窮屈そうにこう言いながら、火鉢の横に転がっている大きな湯飲みを取り上げて湯をついだ。すると賢作もそれに倣って、長椅子の下からガラスコップを取り上げた。二人の間には、またも新しい談話気分がみなぎった。賢作はふうふうと湯気を吹きながら、ひょうきんな調子で言った。どうか願います。品尾の一生の浮き沈みに関わることですから。しかし黒木はどこまでも真面目な、無表情のうちにうなずいた。湯飲みを片脇へ置きながら。いや、重々ごもっともです。それじゃあ、お話できるだけしてみましょうが、その前にもう一つお尋ねしたいことがありますので。賢作もコップを畳の上に置きつつ、気軽にうなずいた。ああ、何なりと。いや、他でもありません。つまり品尾さんのお父様に関する今のお話ですがね。そのお父様が変死されたことについて、品尾さんはやはりご自分一個の観察を下しておいでになるでしょうね。観察というのは、そのお父様の変死がなぜに他殺に相違ないかというようなことです。それは相当考えてるでしょう。探偵小説好きですからね。しかしそんなことを面と向かって尋ねたことは一度もありませんよ。もう過ぎ去ってしまったことですし、そんなことを聞いてまた泣き出されでもすると面倒ですから。ああ、なるほど。それじゃあなたは、あなたご自身だけで別の解釈を下しておられるわけですな。いや、解釈を下すというほどでもありませんが、僕だけの常識で説明をつけておるので、手っ取り早く言うと、父と同じ意見なんです。要するに最小限度のところ、実松源次郎氏の変死を自殺、もしくは過失と認むべき点はどこにもない。他殺に相違ないということについては、疑う余地がないと信じているんですが。では、玄陽先生も、初めから実松氏の甥の仕業と睨んでおられたわけですな。まあ、そうなんです。しかし、これは要するに、今お話ししたような事実を土台にして、いろいろと推量をした結果、最後に生まれた結論に過ぎないので、元来が迷宮式の事件なんですから、あなたの方からもっと有力な根拠のあるご意見が出たら、その方に頭を下げようと思っているんですが。いや、根拠と言われると困るのですが、ありていに白状しますと、私の意見というのは、たった今あなたのお話を聞いているうちに、私の第六感が感じた判断に過ぎないのですからね。おう、たった今、第六感と、賢作は目を丸くして顎を撫でた。黒木は心持ち得意らしくうなずいた。そうです。私は長年、命がけの海上生活をやってきたものですから、事件と直面した一刹那に受ける第六感、もしくは直感とでも申しますか、そんなものばかりで物事を解決していく習慣がついておりますので、この事件なども、そんなに長いこと未解決になっている以上、その手で判断するより他に方法がないと思うんですが。なるほど。素敵ですな。ええ、あまり素敵でもないかもしれませんが、しかし、それでも、そうした私一流の判断でこの事件を解釈していきますと、
ただいまの品尾さんの復讐論などは全然無意義なものになってしまうのです。あなたのご注文通りにね。全然無意味。僕の注文通りに。賢作はちょっとの間唖然となった。そうして目をパチパチさせて面食っていたが、間もなく落ち着きを取り返すと、照れ隠しらしく、両膝を無造作に抱え直して揺すぶり始めた。またも思い切って赤面しながら。いよいよ素敵ですな。ぜひ聞かせてください。その第六感というのを。黒木は赤ん坊をあやすように、応用にうなずいた。無論、お話しします。しかしその前に、まず今のような第六感を受けなかった前の私の平凡な常識判断から申しますと、元来かような迷宮式の事件というものは、いろいろな考え方があるものなので、それをある一方からばかり見ているために判断が中心をそれてきて、一人でに迷宮を作るようなことになるんだと思います。ことに人の噂とか、当局の目とかいうものは、物事に疑いをかける癖がついているので、いろいろな出来事の一つ一つがなんとなくその疑いの方向に誇張して考えられたり、無理に結びつけられたりしやすい。そのためにいよいよ迷宮を深くしていきがちなものだと思いますがね。賛成ですね。なるほど。ところで、こう申し上げては失礼かもしれませんが、あなたのお父様のこの事件に対する判断やご記憶などいうものは、どこまでも人情的、もしくは常識的になっておりますので、あなたも主としてそのお父様からお聞きになったお話を骨子として判断をなすった結果、同じ結論に到着されたものと思いますが。その通りです。それでそのお話をあなたから間接に受けたまわったところによって考え回してみますと、この事件の内容はあらかた3つの出来事に分解することができると思うんです。なるほど。そこまでは僕らの考えと一致しているようです。そうですか。それでは説明するまでもないかもしれませんが、第一は単純な実松源次郎氏の追思そのものです。いかにも。その次は、源次郎氏の貯金の紛失事件で、今一つはその甥の行方不明事件と、この三つが固まり合ったのが、一つの事件として判断されているんでしょう。敬服です。いよいよ敬服です。ところで、この三つの事件を組み合わせて、一つの事件として観察してみますと、かなり恐ろしい事件に見えますね。つまりその悪人の何とかいう青年が、体温ある品尾さんのお父さんを山の上で惨殺して、財産を奪って逃げたことになるので、この事件はそうした残忍非道な性格によって行われた計画的な犯行ということになるでしょう。全くその通りです。実松源次郎氏を殺さずとも、その恩義を忘れただけでも藤九郎は大罪人だ。と父は言っておりました。ところがです。ここで今一つお尋ねしますが、あなたは、あなたのお父様でも同じことですが、この三つの事件を別々に引き離してお考えになったことはありませんか？賢作は膝を抱えたまま、かぶりを強く左右に振った。思いもかけぬ、という風に。黒木は白い歯を表して微笑した。終わりにならない。多分そうだろうと思いました。それならば試しに、この事件の三つの要素を一つ一つに分解して考えてごらんなさい。そんなありふれた殺人事件などより数千倍恐ろしい、戦慄すべき出来事となって、
あなた方の目に映じてきはしまいかと思われるのですが。数双倍恐ろしい？そうです。お分かりになりませんか？わかりません。はあ、お分かりにならない。いや、ごもっともです。私の判断の根拠というのは、今も申します通り、極めて非常識なものですからね。しかしある程度までは常識で説明できるのです。いな、かえって私の考えの方が常識的ではないかと思われるのですが。はあ、それはどういう？まず、この事件の犯人と目されている今の、なんとか言いましたね。そうそう、藤九郎。その甥の行方不明とこの事件とが結びつけられているのは、一応最も千万なことと考えられます。というのは、源次郎氏の細君と忠義な乳母のお磯とを除いた村の人間のうちで、源次郎氏が金を隠している場所を発見する可能性が一番強いのは、誰でもない、その甥の藤九郎ということになるんですからね。いかにも。一方に、叔父子の源次郎氏は、変人の常として、存外用心深いところもあるので、品人のように全財産を胴巻きか何かに入れて、夜も昼も身につけておく習慣があったかもしれない。それをまた藤九郎が推察したものとすると、その金を奪うためには、ぜひとも源次郎氏を殺さなければならぬことになるでしょう。無論ですね、それは。そこでまずその第一着手として、自分に嫌疑がかからぬように、アメリカに行くと称して家出をした。それから相当の事実が経った後に姿を変えながら、凶器を携えて源次郎氏を付け狙っていると、そのうちに源次郎氏が大雪に誘われて狩りに出かけるところを発見したので、好奇至れりというわけで、村から遠く離れたあの山の上のなんとかいうところでしたね。そうそう、一本えのきに待ち伏せて狙撃をした。ところが雪の中のことですから、思ったより早く相手に発見されて、第一弾が命中しなかった。というようなことも考えられますが、とにもかくにも、その雪の惨状で、ものすごい打ち合いが始まったことは、誰にも想像され得るでしょう。しかし源次郎氏の武器が2連発の散弾銃で、藤九郎の獲物がピストルの5連発か何かであったとすると、到底相手にはなりきれないので、源次郎氏は思わず後へ下がってゆくうちに、足場を誤って谷川へ墜落した。そこで藤九郎はその死骸から貯金だけを奪い取って、二円何がし入りのガマ口を故意に残して立ち去ったもの、と想像することができるでしょう。驚いた。全くその通りです。父の考えと一部一厘違いありません。そうでしょう。これが一番常識的な考え方で、前後を一貫した事実のすべてとぴったり符合するんですからね。そうです。それ以外に考えようはないと思われるんですが。そうでしょう。しかしここで、今一歩退いて別の方面から観察したらどんなものでしょうか。つまりこの事件にはそのような犯人が全然いなかったとしたらどんなことになるでしょうか。犯人がいない？そうです。つまりその藤九郎という甥いがこの事件に結びつけられているのは人々の想像に過ぎないとしたらどうでしょうか。実際と一致する想像は、よく正確な推理と混同されやすいものですからね。甥の藤九郎は本当に星雲の志を抱いていたので、
そのまま一直線に外国へ行ってしまって、この方面には全然寄りつかなかったとしたらどうでしょうか。そんなことはありえないと言えましょうか。さあ、それは。また、実松氏の貯金をなくしたのは誰でもない実松氏自身で、その金は友好費か何かに飛翔されてしまったものとしたらどうでしょうか。そんな風には考えられぬでしょうか。そういう風に三つの出来事をバラバラにして、一つ一つに平凡な出来事として考えてゆく方が、この事件を計画的な殺人と考えるよりも、かえって常識的で、非小説的ではないでしょうか。すなわち、事実に近いと思われはしないでしょうか。そうすると。と、検索は目を光らせながら、少し狼狽したように身を乗り出した。そうすると何ですか？実松氏が発射した2発の散弾は、やはり本当の獣か何かを狙ったものなんですね。いや、そこなのです。と、黒木は反対に反り身になった。さも得意そうに白湯を一口飲むと、悠々と舌なめずりをした。私もそう考えたいんです。が、そうばかりは考えられない別のわけがあるんです。実を言うと、これから先が私の本当の直感ですがね。その直感というのは。と、検索はますます身を乗り出した。同時に黒木はいよいよ反り返っていった。手早く申しますと、実松源次郎氏は、その夜明け前の雪の中で、ある恐怖に襲われたのではないかと思われるのです。ある恐怖？さよう。つまり、実際にはいない、ある恐るべき敵を雪の中に認めて、その敵と戦うべく、2発の散弾を発射されたものではないかと考えられるのです。そうすれば一切の事実が何らの不自然もなしに。ちょっと待ってください。と、検索は片手を上げた。次第に不安げな表情に変わりながら。その恐るべき敵と言われるものの正体は何ですか？例えば、一種の精神病的な幻覚みたようなものですか？黒木はきっぱりとうなずいた。さよう。その幻影は要するに、実松氏固有の脅迫観念が生んだ、ある恐ろしいものの姿だったに違いありません。鳥だか獣だか、なんだかわかりませんが。検索は愕然となった。何事か思い当たったらしく、唾を飲み込みした。しかし黒木は構わずに話を続けた。実松氏は、その幻影と戦うべく、レミントンの火蓋を切られたのです。しかし、もとより実際にいない敵なのですから、いくら散弾でも命中する気遣いはありません。敵はますます目の前に肉薄してきましたので、実松氏は恐怖のあまり夢中になって逃げ出した。そうしてお話のような帰化に遭われたのではなかったかと考えられるのです。ああ。と、検索はいよいよ不安らしくぐっと唾を飲み込んだ。しかし、その証拠は？いや、証拠と言われると実に当惑するのですが、要するにこれは私の直感なのですから、しかし実松氏が、この甥の藤九郎を愛しておられた程度が、普通の人情を超越していたらしい事実や、全財産を現金にして絶対秘密の場所に隠していたところなどを見ると、実松氏はどうしても、ある一種の超自然的な頭脳の持ち主としか思われないのです。したがってそうした脅迫観念にとらわれやすい
いや、わかりました。こう言いながら、相手の話を遮り止めた賢作は、急に長椅子の上に居住まいを正した。踏みはだけた膝の上に両肘を突っ張って、二三度大きく唾を飲み込むうちに、みるみる真っ青な顔になりながら、ものすごい眼で相手を睨みつけた。唇をわな泣かせつつ、肺腑を絞るような声を出した。いえ、よくわかりました。今まで全く気がつかずにいましたが、あなたのご意見を聞いているうちに何もかも分かってしまいました。あなたは実松氏の超常識的な性格から割り出して、藤九郎の無罪を主張していられるようです。つまり実松氏は、品尾の父は元来、深刻な精神病的の素質を遺伝している変態的な性格の所有者であった。だから月の光の強い雪の真っ白い山の上で、一種の幻覚錯覚に陥って、自分でも予期しない自殺同様の非業の最後を遂げたもの、と主張しておられるんでしょう。いや、ちょっとお待ちください。と、黒木が片手を掲げて制しかけた。賢作の語気がだんだん高まってくるのを恐れるかのように。しかし賢作はひるまなかった。黒木と同時に片手を掲げながら、なおも体を乗り出した。いえ、お待ちください。待ってください。あなたはご存じないんです。そうした主張で藤九郎の無罪が証明できるものと思っていられるようですが、そうした説明ならば僕の方が専門なんです。いいですか？今お話のような事実を、有名なデビーヌ式の素質遺伝の原則と照らし合わせると、かえって正反対の結論が生まれてくるんですよ。美青年藤九郎は、表面上柔和な人間に見えながら、その底にはやはり実松氏と同様の超自然的な性格を隠し持っていた。しかも体温がある叔父を執念深く付け狙って殺すというような残忍冷酷を極めた非良心的な先天性の所有者であり得たことが科学的に証明されてくるんですよ。いいですか？また、実松氏が極端な変人であると同時に、血生臭い殺生を唯一の趣味としていた因縁も、その血生臭い殺生行為の後で、異常な性欲の興奮を見せるという変態的な性格も、その故郷の血族の絶滅している理由も、そうして現在の品尾が20年前の殺人犯人に凝視されているという脅迫観念や、復讐をしなければやまぬというようなモノマニア式の空想にとらわれている原因も、何もかもがこの事件の核心となっているたった一つの事実によって説明される。つまり T 塚村の実松家は、ひどい精神病の系統であったと。相手の清掃たる語気に飲まれて、急に赤くなり、また青くなりつつ目を見張っていた黒木は、この時やっとのことで、へどもど座り直した。両手を上げてほとばしり出る賢作の言葉を押しとどめた。いや、お待ちください。それはあなたの誤解です。私はただ品尾さんのお父さんのことだけを申しましたので。いや、ちっとも構いません。公然と僕たちの結婚に反対されても構いません。賢作は断固とした態度でこう言い切った。言い知れぬ興奮に全身を震わせながら。たとえどんなことがあろうとも、僕は品尾を殺さない決心ですから。品尾を見捨てる気は毛頭ないんですから、何でもはっきり言ってください。実松一家は、そんな恐ろしい精神病の遺伝系統のために、その故郷で絶滅してしまっている。そうしてわずかに残った一滴の血が、巡り巡って現在藤沢家を滅ぼすべく流れ込もうとしている。その一滴の血が、品尾だと言われるんですね。藤沢家のためには、品尾を見殺しにした方が利益だと言われるんですね。あなたは。二人は青い顔を見合わせたまま、石のように凝固してしまった。ちょうどその時に、ドアの外で何か倒れたような音がしたので、二人はハッとしながら同時に立ち上がった。ドアに近い賢作が大急ぎでハンドルを引くと、ドアの外の暗いリノリウムの床に白い服を着た品尾が横たわっていた。賢作は無言のまま
ひざまずいて脈を取った。そうして強いて落ち着いた態度で、そばに突っ立っている黒木の顔を見上げると、いかにも苦々しげに頭を一つ下げた。すみませんが、診察室の戸を開けてくれませんか。その夜の3時を少し回った頃であった。品尾は作り付けの人形のように伏せていた長いまつげを静かに2、3度上下に動かすと、パッチリと目を見開いた。そうして黒い瞳をうつろのように見張りながら、ほの暗い座敷の天井板を長いこと見つめていた。それから瞬き一つせずに頭をそろそろと左右に傾けて、白ずくめの寝具と溶かし流されたまま枕の左右に乱れかかっている自分の髪の毛を見た。それから黒い風呂敷をかぶせられている枕元の電気スタンド。床の間に自分が生けた水仙の花。その横の床柱に白い診察着のまま寄りかかって腕を組んで眠っている健作の顔。その前の霧の丸火鉢の上でほのかに湯気を吐いている鉄瓶。その影に貝巻をかぶったまま突っ伏している看護婦。そんなものの薄暗い姿を一つ一つに見回した彼女は、その表情を少しも動かさないまま、また元の通りに仰向けになって、静かに目を閉じていった。室の中はまたも雪の夜の静寂に帰った。しんしんとなる鉄瓶の音と、すやすやという看護婦の寝息と、雨戸の外でちょろちょろと問いを伝い落ちる雪水の音ばかりになった。しかし品尾は本当に眠ったのではなかった。やがて目を閉じたまま、唇の左右に何とも言えない冷たい微笑を浮かべたかと思うと、まぶたをうっすりと開きながら、そろそろと起き上がった。両手を前に差し伸べて、手探りをするように体をうねうねとうねらして、中心を取りかねているようであったが、そのうちに両手でヤグを押さえつけると、すっくりと寝床の上に立ち上がった。彼女はいつも寝巻きにしている16、7歳時代の紅友禅の長襦袢を着せられていた。その上から紫しごきの古ぼけたのが一筋、ぐるぐると巻きつけてある霧であったが、その膨らんだ自分の胸に取りすがるように、両方の手のひらをしっかりと押し当てて、素足のまま寝床を降りると、すらすらと畳の上を渡って、芭蕉布張りの襖に手をかけた。その時に、畳に引き生えた襦袢の裾が、枕元に近いお盆の上の注射器に触れて、カラカラと音を立てた。それにつれて、眠っていた健作が少しばかり大きな寝息をしたが、品尾は別に見向きもせず、足を止めようともしなかった。芭蕉布の襖が音もなく開くと、寒い風がひとしきりスースーと流れ込んできた。しかし品尾は、その後を閉める気もないらしく、次の間の障子を今一つスーッと開くと、そのまま明るい廊下へ出た。その廊下の一方はガラス雨戸になっていて、黒々と吹き込んだ板張りにも、外のお庭の雪の植え込みの上にも、たった今晴れ渡ったばかりのニッケル色の空から、素晴らしい満月の光がギラギラと震え落ちていたが、品尾はやはり、そんな光景には目もくれなかった。あたかも何者かに導かれるように、半開きの瞳の前の冷たい空間を凝視しつつ、一直線に長い廊下を渡り尽くしたが、その行き止まりにある青ペンキ塗りのドアを開いて、薬局の廊下に入ると、真っ暗なリノリウムの上を、やはり一直線に進んだらしく、間もなく突き当たりのドアを押す音がした。と、やがて診察室の中央に吊るされた電球が目もくらむほど輝き出した。暖かい奥座敷から急に氷点以下の寒いところに出てきたせいか、品尾の血色は全くなくなっていた。顔も手足もそれこそ雪のように真っ白く透き通っていたが、それが黒い髪を長々と後ろへ垂らして、燃え立つような長襦袢を裾もあらわに引き生えつつ、青白い光線を振り仰いで目を細くした姿は乱りがましいというか
神々しいと形容しようか。人間の目に触れてはならぬ生めかしさの極み、そのものの姿であった。しかし、雪に閉ざされた藤沢病院の深夜の診察室に、こんな姿が立ち現れていようことは、誰一人思い及び得ようはずがなかった。すべては冷夏何度の空気に包まれて、深寒と寝静まっていた。そのような静けさの中にすっくりと立ち止まった品尾は、いかにも眩しそうなうっすりした目つきで、そこいらを人渡り見回していたが、間もなく部屋の隅に置いてある四方ガラス張りの戸棚に目をつけると、ひたひたと歩み寄って、重たいガラス戸を半分ほど開いた。そこから白い片手を突っ込んで、方形の瀬戸引きバットに並んでいる数十のメスをあれかこれかと選んでいたが、やがてそのバットの他に、たった一つ投げ出してある大型の一本を取り上げた。それは小さいなぎなたの形をした薄っぺらなもので、普通の外科には必要のない死体解剖用のエンジン筒と称する一番大きいメスであった。この病院では何か他の目的に使われているらしく、絵の近くには黒い錆の跡さえ見えていたが、彼女はそれを右手の指の中に逆手にしっかりと握り込むと、後ろの青白い光線にかざしながら、二三度空中に振り回して、キラキラと小さな稲妻をひらめかした。それを見上げながら、品尾はにっこりと、子供のような無邪気な微笑を浮かべたが、そのままメスを右手に捧げて、左手で両袖を抱えつつ、開いたままのドアの間から、またもリノディウムの廊下に滑り出た。と、今度は左に折れて、潜水の上から病室の方へ抜ける綿殿の薄暗がりをほのぼのと足探りにして、第一の横廊下を左に折れ曲がったが、やがてその行き詰まりにある特等病室の前に来た。そうして、やはり何の躊躇もなく、真鍮のノブを引いた。10色の電気に照らされた鉄のベッドの上には、白い布団を頭からかぶっている人間の姿がむっくりと浮き上がっていた。その上にメスを捧げたまま、品尾は何かしらじっと考え込んでいるようであったが、やがて上の布団を容赦なく引きのけると、髪の毛をもうと空中に渦巻かせて、ベッドの中に倒れ込むようにメスを振り下ろした。その枕元から白い三役の包み紙が一枚、ひらひらと床の上に舞い落ちた。ああと、夢のような叫び声がして、白いタオル寝巻きに包まれた青黒い巨大な肉体が起き上がりかけた。それはイガグリ頭の黒木茂であったが、毛むくじゃらの両腕を引き曲げて、寝巻きの胸に沈み込んだメスの塚を、品尾の右腕と一緒にむずと掴んだ。しかし、それをどうしようというような力はもうなかった。血走った白目をむき出して、相手の顔をくわっと覗き込んだが、乱れた髪の毛を中を一目見ると、そのまま両目をしっかりと閉じて、シーツの上にのけぞった。畜生、もう、来たか。と、キレギレに叫びかけたが、その言葉尻にはへんてこな節がついて、流行り歌の末尾のように意味をなさないまま、罠なき震えつつ消え失せた。と思う間もなく、食いしばった歯の間から木枯らしのような音を立てて、泡混じりの血を吹き出した。しかし品尾は依然として手を緩めなかった。相手の腕の力が抜けてくればくるほど、ズブズブズブと深くメスを差し込んでいった。そうして大波を打つ患者の白いタオル寝巻きの胸に、むくむくむくと散り広がってゆく血の色を楽しむかのように、紅友禅の長襦袢の袖を左手でだんだん高くまくり上げて、白い透き通るような二の腕を力いっぱいにしなわせながら、じろりじろりと前後左右を見回していたが、やがて目の前のたくましい胸が、ひとしきりもりもりもりと音を立てて反り返ってきたと思う間もなく、底深い血生臭いため息と一緒に自然自然とピシャンコになってゆくのを見ると、
シナオは白い唇をしっかりと噛みしめたまま目を細くして、メスを握りしめている自分の手首を凝視した。大きく、静かに、最後の呼吸を波打たせる相手の胸に調子を合わせるかのように、彼女自身の呼吸を深く、深く、緩やかに張り広げていった。そうして相手の呼吸が全く絶えると同時に、彼女自身もぴったりと呼吸を止めて、彫像のように動かなくなった。シナオという雷のような声が廊下の方から飛び込んできたのはその時であった。はっとしたシナオは一瞬間に身を引いた。おびただしい髪の毛をさっと後ろに跳ねのけて、メスを握った右手を高く振り上げかけたが、白い服のまま仁王立ちになっている健作の真っ青な引き歪められた顔を目の前に見ると、急に身をそらして高らかに笑い出した。あなた見ていらしたの？素敵だったでしょ、私。とうとう仇を撃ったのよ。シナオの手から滑り落ちたメスが床の上に垂直に突き立った。同時に気が緩んだらしく、ぐったりとなったシナオは、両頬を真っ赤に染めてはにかみながら、健作の胸にしなだれかかった。血だらけの両手を白い診察服の襟に回しながら、火のような目をして振り仰いだ。ねえ、わかったでしょ？もうあなたと。でも、いいのよ。